皆さんこんにちは、佐藤です。今日は日本のクリスマスについてお話ししたいと思います。自分のレベルに合わせて字幕の設定を変えてください。皆さんの国ではクリスマスイブ、クリスマスの日に何をしますか？どんな伝統がありますか？日本では1900年頃から少しずつお店でクリスマス商品が売られるようになりました。戦後にはクリスマスケーキがたくさん売られるようになり、あっという間にクリスマス文化が日本に定着しました。最初はクリスマスは家族でお祝いするのが一般的でしたが、1980年頃から恋人と過ごすロマンチックなイベントとして認識されるようになりました。恋人がいる人は恋人と過ごし、いない人は家族や友達と過ごす。クリスマスを一緒に過ごす相手がいない人はクリぼっちと呼ばれます。クリスマスと一人ぼっちを合わせた言葉です。クリスマスまでに彼女が欲しいという人をよく見ます。ロマンチックなイベントを恋人と過ごしたいというのが日本の若者の考えです。クリスマス当日よりも前日のイブの方が盛り上がるのも日本の特徴です。クリスマスイブについてのロマンチックな歌やドラマが多かったことが影響していると言われています。イブは恋人と、クリスマス当日は家族や友達と過ごすという人が多いです。11月から街中でイルミネーションが見られるようになります。遊園地などもクリスマスイルミネーションに力を入れています。イルミネーションが綺麗なところは冬のデートの定番スポットとなっています。クリスマスといえばクリスマスツリー。日本でもクリスマスツリーを飾りますが、ほとんどが偽物です。簡単に折りたためて毎年使えるツリーを持っている人がほとんどです。本物の木を飾っているのはお金持ちくらいです。私は日本で家に本物のツリーを飾っている人をまだ見たことがありません。海外ドラマを見ているとこういうシーンがよくありますが、日本ではクリスマスプレゼントは一人一つ枕元に置いてもらうのが基本です。しかもそのプレゼントは親からではなくサンタクロースからです。いい子にしていればサンタさんがプレゼントをくれる。子供たちはそう思っています。最近はプレゼントを2つ用意する親が多いです。これはお父さんとお母さんから。そしてこれはサンタさんから。子供たちが寝ている間に枕元にプレゼントを置くんですが、最近は子供たちがなかなか寝なかったり、バレてしまいそうということでツリーの下に置く親が増えています。一つはケーキです。11月からいろいろな店がクリスマスケーキの予約受付を開始します。ケーキ業界は戦争です。ケーキ屋さんだけでなく、スーパーやコンビニでもクリスマスケーキを買うことができます。これはコンビニでもらったクリスマスケーキのカタログです。ケーキ屋じゃないですよ。コンビニです。いろんな種類のケーキがあり、見るだけでもワクワクします。早く予約すれば割引があったり、お店はケーキを買ってもらおうと必死です。なんで日本人はクリスマスにケーキを食べるんでしょうか？これは日本人の勘違いが原因とされています。第二次世界大戦後、日本にいるアメリカ兵がクリスマスにデコレーションケーキを食べていて、それを見た日本人は、これがグローバルスタンダードだと思ったそうです。たくさんのお菓子屋さんが、これはビジネスチャンスだとクリスマスケーキを売り始めました。
どんなケーキにするか考えるのもクリスマスの楽しみの一つです。クリスマスに食べるもの、二つ目はフライドチキンです。海外では七面鳥を食べますが、日本では七面鳥は入手しづらく、簡単に手に入るフライドチキンが代わりに食べられています。なので、クリスマスはケンタッキーが一番忙しい時期です。クリスマスメニューが豊富で、普段はケンタッキーに行かない人も広告を見ると食べたくなってしまい、クリスマスのために予約します。どうでしたか？日本のクリスマス、変だと思いますか？皆さんの国ではどうやってクリスマスをお祝いしますか？では、今日使った単語とフレーズを確認しましょう。クリスマス、クリスマス、クリスマスイブ、クリスマスイブ。クリスマスに何をしますか？クリスマスに何をしますか？祝う、祝う。お祝い、お祝い。祝う is a verb. お祝い is a noun. クリスマスを祝います。and クリスマスをお祝いします。伝統、伝統。どんな伝統がありますか？どんな伝統がありますか？恋人、恋人。彼氏 is for boyfriend and 彼女 is for girlfriend。彼女とクリスマスを過ごします。彼女とクリスマスを過ごします。クリぼっち、クリぼっち。This is a slang, so please be careful not to use it in any formal situations. 勘違い、勘違い。Synonym 誤解、誤解する。勘違い is used when you carelessly misunderstand something or when you make a wrong guess from insufficient information. 今日は水曜日だと勘違いしていました。今日は水曜日だと勘違いしていました。On the other hand, 誤解 happens even if you think carefully. It's used when you are under the impression or when you believe what you are thinking is true, but it's not. 彼女は僕が浮気をしていると誤解しています。彼女は僕が浮気をしていると誤解しています。That's all for today. Thank you for watching. ありがとうございました。メリークリスマス。